皆さんこんばんは、大家かなです。今日は去年できなかった2025年下半期のお気に入りを紹介していきたいと思います。去年はちょっと歯が欠けちゃったりとか風邪をひいてできなかったんですけど、今日は2025年の下半期に出会った本当に良かった、すごく使った皆さんにおすすめしたいっていうものをたっぷりと紹介していきます。で、今日紹介していくものはリップクリーム、リップ、スキンケア、クッションファンデ、美顔器、あとはバッグ、デニム、靴、ジャケット、あと食べ物などなどいろんなジャンルを紹介していきたいと思います。あとは下半期に出会って良かった本や意外と反響の多かった歯医者さんの話なんかも最後にじっくりとお話ししたいなと思っているので、皆さんお茶でも飲みながらゆっくり見ていただけると嬉しいです。まずはファッションアイテムからいこうかなと思ってるんですけど、こちらアモメントのジャケットです。これもすっごい着た、半分ぐらいこれ着てたんじゃないかなっていうぐらい着てたんですけど、めちゃくちゃシンプル、一見なんかただの黒いジャケットっぽく見えるかもしれないんですけど、細かいデザインがめちゃくちゃおしゃれに見せてくれて、ディティールが本当に可愛いんですよ。このシームレスなフロントとか、あとは袖の感じ、あとは丈の感じ、この襟のところもそうだし、あと後ろにもちょこっとだけデザインがあったりとか、本当にさすがだなって思うジャケットです。で、薄くて軽いんですけどすごいあったかくて、ニューヨークもこれで行けたし、結構冬始まってから長いことこれ1枚で過ごせたなっていう感じで、やっぱアモメントのデザインっていうのはすごくさりげないんだけどこだわってて、ディティールがおしゃれで着るだけで格好がつくようなものが多いので、すごくファンです。このジャケットも本当にヘビロテしました。もう一個ジャケット、こちらゴールドウィンのダウンでございます。最近 Vlog で紹介したので覚えてる人も多いかなと思うんですけど、これすごいあったかいの。デザイン性はもちろんなんですけど、シルエットもすごい綺麗だし、この絶妙カラーも可愛いし、ポケットとか袖とかすごくデザイン性もあって可愛いから格好がつくダウンジャケットではあるんですけど、とにかく暖かい、ちょっとおしゃれファッションブランドダウンジャケットとかも今季ゲットしてるんですけど、断然こっちが暖かいです。この薄さっていうか、あんまりモコモコしてないから結構スマートにスタイリッシュに着れるダウンジャケットなんですけど、中からふつふつとあったかくなるような暖かさ、北海道張ってるんじゃないかなぐらいの暖かさがあって、結構私は感動しました。やっぱちゃんとしたダウンって本当にあったかいんだなっていうのをすごく感じたダウンジャケットです。フロントはジップがついてマジックテープがついてるのでしっかり締まるし、フードもついてるんですけど、フードつけたらもう雪山行けるんじゃないかなぐらいあったかいでございます。で、シティライフにはフードはちょっとトゥーマッチかなと思って私は外して着てるんですけど、本当にこのダウンジャケットすごいいい。本当色がね本当に可愛いし、あとは袋に入れてちっちゃくなるっていうのもいいなと思いました。次はこちら、はいマウジーのデニム。この下半期私これすっごい履いた、一番履いたデニムじゃないかなと思います。なので Vlog とかインスタとかにも登場回数がすごい多かったと思うんですけど、シルエットが本当に綺麗で、やっぱりこの価格帯でこのクオリティができるってさすがマウジーだなって本当に感じるデニムでした。この股上が深くなってるので今っぽいおしゃれ感とハイウエスト感があるんだけど、でも腰履きしてもすごい可愛い。足のところのシルエットはちょっと下の方がすぼまってるんですけど、このすぼまってることによってスニーカーとも相性がいいし、あとはヒールとかちょっとフェミニンな足元でもすごく相性がいいかなと思います。カジュアルなんだけど上品さが出るすごくバランスのいいデニムで、本当に気に入っております。色味もすごい可愛いし、柔らかくて履き心地もすごくいいので、移動とかで履いてても全然ストレスのない本当に気持ちいいデニム、可愛いデニムだなと思います。続きましてがこちら、はいこの下半期一番履いた靴です。アグでございます。この冬私ほぼこれしか履いてない、ほぼこれ一択で過ごしております。何せ暖かい、軽い、足が快適、もう最高です。で、このブラウンが本当に何にでも合うブラウンなんだなっていうのを改めてこの下半期私は学びまして、もうこれを履きたいからさ、もうこれ履くことしか考えてないから格好はさいろんなものを着るじゃないですか。で、何を着てもこのアグちゃんが合ってくれるんですよ。スウェットにも合うしデニムにも合うし、このブラウンって本当無敵ブラウンなんだなっていうのを
感じました。バッグの中でも私はこのデザインがすごい好きなんですけど、かかとにこの引っ掛けるところがあって脱ぎ履きもすごい楽だし、この短さだとやっぱパンツのシルエットの邪魔をしないで、このかかとがついてることによってこう歩いてて足に力を入れなくてもちゃんとついてきてくれるし、もう本当に快適です。まだまだたくさん履くと思います。次が遅いのバッグです。2025年下半期バッグがやっぱ遅いが可愛かったなと思っております。世界的にすごい流行ったし、みんな知ってると思うんですけど、日本にもやっと来て、で触れる機会が増えて、やっぱ改めて可愛いなっていう、ソーシャルメディアで見てずっと可愛いなと思ってたんですけど、実際に見てもすごい可愛いなと思っております。でこの両方ともね YouTube にも出てきてるバッグなので、こっちはバッグの中身で出てきて、こっちは Vlog で紹介したと思うんですけど、使い勝手がすごくよくって、こういうポケットが両方についてたりとか、中にもポケットがついてたりとか、このストラップの長さを変えられたりとか、こっちもこの大きいポケットがねこういう風についてて、ここはガマ口になってて、で中にもポケットだとジップがついたポケットがついてるので、すごく使い勝手がいいでございます。でご覧の通りすごい中身がたくさん入る、バッグ自体が重すぎないっていうのがすごいいいなと思ってて、こう可愛くてちょっとしか入んないとか、可愛いんだけどすごい重いバッグって結構多くて、可愛くて軽くていっぱい入るバッグって意外と少ないじゃないですか。だから私は遅いのバッグがすごくいいなと思っております。でこの中のね色もちゃんとこの外側にあったような色、こっちもそうなんだけど、細かいところもすごいこだわってるなと思ってて、でちょっとしたディティール、こういう鍵がついてたりとか、ここのシルバーの飾りがすごい今っぽくて可愛かったりとか、やっぱすごい可愛いなって、いいなって下半期すごく思うバッグのブランドでした。美容編1つ目がこちら、ヘラのクッションファンデで、これすっごい良かったです。知ってる人も多いかもしれないんですけど、私は2025年下半期に初めて使ったんです。本当に感動して、調べたらいろいろアワードとかも取ってるので、巷でも人気で知ってる人も多いと思うんですけど、すごい本当に感動しました。程よいツヤ感、ギラギラじゃなくて大人っぽくて品がいいツヤ感がありながら、みずみずしさとあと透明感もありつつ、でも安心できるカバー力、こう肌の補正してくれる感じがすごく綺麗で上品で、重くなりすぎない、濃くなりすぎない、古臭くなりすぎない、肌めっちゃ綺麗に見えるんだけどでも安心っていう、肌がすっごい綺麗に見えるクッションファンデでございます。なおかつ SPF34 PA++ で日焼け止め効果もありながら、めっちゃ綺麗、本当に感動した。久しぶりの配って歩きたいレベルのおすすめでございます。なのでクッションファンデ探してるっていう人に限らず、いいファンデーション探してるっていう人にすっごいおすすめで、ずっとここ最近はベアミネラルのリキッドのファンデーションを使ってたんですけど、やっぱりクッションファンデってすごい楽ですねみたいな、ポンポンポンってやっただけで肌すっごい綺麗になるし、これ特にこのクッションファンデは本当に綺麗なので、皆さんぜひチェックしたことないっていう人はしてみてほしいです。本当に良かったです。次がこちら、メイクアップフォーエバーのリップライナーです。このリップライナーめっちゃ色が可愛い。今日もこれ塗ってるんですけど、今日はこれとリップクリームだけでこの色を作っております。描き心地もすっごいスルスルスルって滑らかだし、発色もいいし、コントロールもしやすくて、リップライナーだからで、なおかつ落ちづらいし、なんといってもこの色が本当に可愛いです。ここ最近はリップライナーでリップを作ることがすごい多いんですけど、その中でもこの色が本当に2025年下半期大ヒットだったなと思っております。可愛い色探してるっていう人、とてもおすすめです。私みたいにちょっと肌のトーンが暗めのイエベの方もすごくおすすめだし、ブルベの肌のトーンが明るい方にもこの色はすごく似合う、みんなが似合う色なんじゃないかなと思います。とってもおすすめです。次がこちら、世界的に大人気ですね。ロードのリップトリートメントでございます。カナダの Vlog でも紹介したんですけど、こっちが色なしで、こっちが色付き。でも本当にこのパッケージの通りの色が出るんですけど、こっちが PBJ っていう色味です。保湿力がすごいです。とんでもない保湿力がありまして、そんじょそこらのリップじゃ解決しないぐらい唇が乾燥した時も、この方すごいでございます。トゥルットゥルになる。で結構グロス
プとリップクリームの間ぐらいのテクスチャーの感じなので、さっき言ったみたいにリップライナーでこう色味を作って、その上からこれを重ねるだけで結構トゥルトゥルの唇になって、程よい感じのちょっとシャレっ気のあるトゥルトゥル感になってくれるので、すごく好きでございます。これぐらいスリムなのであっという間になくなっちゃうかなと思ったんですけど、意外と長持ちしていて、すごいヘビロテしてる割にはまだ全然使えそうなぐらい残っております。この色味すごい可愛かったです。こっちちょっと次はめっちゃ人気のトーステッドだっけな、なんだっけな、ここに出しますをゲットしたいなと思ってるんですけど、透明感のある色が、それはトリートメントだからあるんだけど、このシリーズは透け感のある色味がすごい可愛いし、こうシャレ感のある色味もすごく多いので、今回下半期すごく好きでしたね。これもこれもで、日本ではまだ買えないんですけど、ちょっと海外行った際にそういえばっていう感じで思い出していただければ、ぜひ試してもらいたいなと思います。質感としてはあんまりサラサラしてない、結構ペタッとしたヘビー感のあるテクスチャーです。今までそういうテクスチャーがあんまり得意じゃなかったんですけど、でも悪くないかも、こんなに唇保湿されて残ってくれるんだったら悪くないかもって思いました。かといってすごいベッタベタするわけではないです。なんかサラサラではないっていう感じ、すごい良かったです。リップつながりで次がこちら、はい、Gオードナリーのリップクリームです。これすっごいいい、ちょうどいい、程よい、最高。使えば使うほどじわ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 、やっぱこの子すごくないってなってくるリップクリームです。うちはこれ夫婦で使ってるんですけど、程よいテクスチャーの硬さで、程よい保湿力、なんかこうドゥルンドゥルンにするんじゃなくて、でも次のせるリップとかリップライナーとかをしっかりのせてくれる、その手前の状態をしっかり整えてくれて、陰ながらのこう縁の下の力持ちみたいな感じで整える、とにかくっていう仕事をしてくれるリップクリームです。で、ツヤツヤしすぎないので男性も使いやすいと思うし、派手さはないのかもしれないけれども、真面目でしっかり仕事してくれる、やっぱすごい頼りになるよね君っていう感じのリップクリームです。普段使いとってもおすすめです。で、このパッケージもさ、やっぱり可愛いんだよ。バッグ開けるたんびに可愛い可愛いってこうやって開けて、これをピュッて押して塗るのとかもなんかこう気分が上がって楽しいし、とにかく私はこのリップクリームがすごく好きでございます。続きましてがこちら、はい、アルテアオーガニックのブルガリアンローズセラム A でございます。これオイルのセラムなんですけど、すっごいいい。これ YouTube ショーツでアンボクシングでも紹介したんですけど、これ送っていただいて開けた時に香りの良さにほんとショックを受けて、すっごいいい香りするのも、箱から出した時も香りがすっごいし、もう箱の中に入ってても香ってるんじゃないかなっていうぐらいすごく華やかで上品で、でも心を落ち着けてくれるような香りがするオイルセラムでございます。すっごいこれだけ香りがするんだけど、これ USDA のマークがついてるので、香料ではなくナチュラルな香りでここまでいい香りがしてくれるっていうところも素晴らしいなと思ったし、このオイルっていうのは私は昔からすごく好きで YouTube でも何回も紹介してるんですけど、使ったことない人もいるかなと思っていて、私は化粧水とクリームの間に本当に美容液みたいな感じにして使っております。オイルのアイテムって私は肌とすごく相性がよくって、特に今の季節夏のダメージ、あとこの空調だったりとか、あとは本当もう世の中もすごく乾燥していて、やっぱ肌にくたびれ感が出やすかったりとか乾燥しやすかったりすると思うんですけど、でもそんな中でも肌を丁寧にしっかりと保湿してくれて、特にこのアイテムは肌をね補修してくれてる感じ、そのなんかしっかりケアしてくれてる感じがすごくあって、肌がふっくらして張り感も出るし、こう内側から元気になっていってるような感じがすごくあるオイルセラムで、とってもおすすめです。で、先ほども触れたように USDA のマークがついてるんですけど、いろいろあると思うんだけど、そのオーガニックのマークってその中でも USDA って結構厳しい基準なので、そういう意味でも安心して使えるなっていうふうに思ってます。肌にもいい、体にも安心して使える。で、香りもすごく良くて、こう自分のことを丁寧にケアしてあげられてる感覚もくれる、本当におすすめのすごくいい
オイルセラムです。ちょっとオイル使ったことないけど使ってみたいなとか、オイルすごい好きでいいの探してるっていう人とか、すごくおすすめです。続きましてがこちら。はい、これ覚えてますか皆さん。アンボクシングで紹介してすごい良かったらまた紹介するねってお話をしてたと思うんですけど、すごく良かったです。ステラボーテのこれは美顔器なんですけど、頭皮とあと顔とか体にも使えるんですけど、めちゃくちゃいいでございます。これがスカルプとシェイプと LLLT っていうのがあって、EMS も入ってるんで、顔とかやると結構ギュンギュンにいってくれて、もうほんと顔の形が変わるんじゃないかなぐらいすごい引き上げてくれるんですけど、私がすごく気に入ってるのはこの LLLT っていうもので、これはレーザーの種類なんですけれども、こう毛細血管を元気にしたりとか、あと炎症を抑えたりとか、育毛にもすごく注目されているレーザーで、これが頭皮に使えるっていうのがすごくいいなと思っていて、ブラシ型になっているので頭皮にもすごい使いやすいし、ブラシ型で顔かってちょっと思う人もいるかもしれないんですけど、すごくねいいです。使いやすい。やっぱ馴染みがあるじゃないですか、ブラシのフォーマットって。だからこう自分でやっててすごくやりやすいなっていうのがあって、私は髪を洗った後にジオードナリーの頭皮のセラムをつけてこれをやってるんですけど、頭皮に向けてやってるんだけど、髪の毛がね次の日にねツヤツヤなの。まとまり感もすごく出て、ツヤ感も出て、全然違うっていうのがまず感動した一つで、あとさっき話した EMS で顔がすごい引き上がったりとか、ちょっとトーンアップしたりとかもすごいいいし、あとはそのジオードナリーとこのコンボで髪の毛が結構元気になってきたなっていうのをすごく私は感じております。毛細血管元気にしてくれるっていうのがあったと思うんですけど、この首とか肩のこりとかにもすごくいいと思うし、やっぱ薬事法でそのブランドさんのところには書けないこととかもあると思うので、ブランドさんのウェブサイトよりも LLLT で調べた方がその効果いろいろ出てきて、いろいろ分かって面白いんじゃないかなと思うので、それがおすすめなんですけど、とてもいいでございます。これ私は1の方を使ってて2が出たんですけど、1の方はここがハードなんですよ。で2の方は確かねしなったりするタイプだと思うんですけど、すごく好きです。で髪と顔両方使えるって、こうちょっと衛生面気になる人とかもいると思うんですけど、このねホルダーがあって、これにこうやって電源入ってこうやってやるともう綺麗にしてくれるんだって、このホルダーが。もうそれもすっごい楽でいいなと思って、でもとにかく使いやすい、軽いし、すごい気に入っている。これも私的には配って歩きたい組に入るぐらいすごくおすすめの美顔器です。今まですごいいろいろ試してきたけど、すごい。あとこれねバイブレーションっていうのがあって、これ揺れるの。程よくこうズーってなってくれて、それもこう血行とかを良くしてくれていいんじゃないかなと思います。あんだけ美容の話した後にいきなり食べ物です。はい、こちらカリーアップのレトルトカレーです。で、私がすごく好きなカレー屋さんなんですけど、カリーアップは Vlog とかでも登場してると思うんですけど、レトルトが出まして、お店の味がお家で食べれるっていう、めちゃくちゃ嬉しい私はねレトルトカレーでございます。で、再現度がすごい、お肉とかもゴロゴロ入ってて満足感もすごく高いし、私のおすすめはこのバターチキンと、あとは牛すじカレーでございます。で、牛すじカレーは確かお店で食べると辛かった気がするんですけど、このレトルトの方は辛くなくて、すごくリッチでこっくりとした満足感のあるすごい美味しいカレーになっております。で、このパッケージがさすごい可愛いからギフトとかにもおすすめで、こう忙しく過ごしてる日のランチとかにちょっとご飯作るのめんどくさいから、今日はカリーアップのカレーにしちゃえってなるんですけど、めんどくさい時もこれだけ美味しいものが食べれるって幸せだなと思って、この下半期私はこのレトルトカレーに何度も救われております。すごく美味しいので皆さんぜひ試してみてください。次は冒頭でもお話ししておりました歯医者さんでございます。2025年はお友達の深見ちゃんに紹介してもらって素晴らしい歯医者さんに出会えたので、皆さんに紹介したいなと思っていて、歯を治すんだとかセラミックやり直すんだとかっていう話を Vlog でこれまでしてきた中で、皆さんからの反響がすごい大きかったのと、あと私の2025年のダントツのベストバイ、これ本当に買って人生変わったしすごい良かったって思ってるのがこのセラミックの歯なので、2025年の下半期のお気に入りでもぜひ紹介したいなと思ったんですけど、まず話の流れを話すと、虫歯気になってるところがあって、
で行っている歯医者さんもあったんですけど、でもちょっと違うのかもしれないって悩んでて、で深見ちゃんに聞いて紹介してもらったんですよ。で私は今行っている歯医者で虫歯も直してもらったし、セラミックの歯もやり直したの。行っている歯医者さんが三軒茶屋歯科っていう三茶の駅からもほんとすぐの歯医者さんで、院長先生に私はお世話になってるんですけれども、その虫歯を直してもらっている中で仕事がすごく細やかで丁寧で、あとコミュニケーションもすごく取りやすい。歯医者さんに限らずお医者さんって自分の不安を聞かなきゃいけなくて、気になってることも解消した方がいいじゃないですか。でそういう中でコミュニケーションが取りづらい方だと、やっぱりそういう不安とかが取り除けなかったりとか、満足いく治療ができなかったりとかすると思うんですけど、そういう中でこの院長先生はとても細やかに優しく、こう自分が持ってる不安とかもしっかり丁寧に対応してくださって、コミュニケーションが取りやすいなって思ってるので、そういう意味でもすごくおすすめの先生です。で虫歯を治す中で虫歯を削って上からかぶせ物をするじゃないですか。それがセラミックであれ詰め物であれ、その詰めたらもう下がどうなってるかわからないと思うんですけど、先生に今削ってこんな感じですって見せてもらった時が、素人目で見てもすっごい綺麗に削ってくださったんですよ。ですごい素敵だなって思ったのと、セラミックの入り直したいんですってお伝えしたところ、うちの技工士さん本当にすごいですよっておっしゃってて、で歯医者さんが良くてもその一緒にやられてる技工士さんがちょっと違うみたいなこととかもあると思うんですよ。で今回信頼している先生が素晴らしい技工士さんだっておっしゃってたので、お願いしてみようと思ってお願いしてみたら本当にすごかったの。この前の一番最初にセラミックにした時に色を合わせるのにすごい時間がかかったんですよ。私の歯が色がすごい合わせづらいらしくて、その透明感があるところと、あと色味がちょっとグレートーンだったりとかするっていうことで3回もやり直したんですよ、一番最初。でも今回は一発、何の不満もない、もう1回でもう分かんないです、先生すごい、もうバッチリです、やり直さなくて全然いい、さすがですってなるぐらい本当に素晴らしい技術を持った技工士さんで、年末にこっちがかけちゃったんですよ、次は。でこちらも一発で色があって、もう大満足、本当に素晴らしいタッグでございまして、でやっぱり歯ってさ、顔の中でもすごい目立つ部分だし、不安も多くなるところだし、コンプレックスになりやすい場所だと思うので、本当に信頼できる方にお願いするのが一番いいなと思っていて、で歯医者さんに限らずお医者さんってやっぱりね、自分でいい人見つけるのってなかなか難しいから、やっぱ紹介してもらって本当に深見ちゃんに感謝だし、でも先生も素晴らしいし、で本当ね、前歯直したいとか前歯セラミック変えたい気になってるとかっていう人には本当におすすめだし、虫歯とか歯の治療をやっぱ信頼できる人に お願いしたいっていう人にもすごくおすすめの歯医者さんでございます。私は本当に出会えてよかったなと思ってるので、大満足でございます。最後が下半期読んでよかったなって思ってる本なんですけど、今回紹介する本はお金が貯まる家には物が少ないっていう本で、下村志保美さんっていう方が書かれてるんですけど、この年末年始に大掃除をしたりとか断捨離される方多いと思うんですけど、私もそうでそれに向けてちょっと自分のモチベーションを上げようということで、ミニマリストの本とかお掃除の本とか断捨離の本を何冊か読んだんですよ。でその中でこの本が一番しっくりきて腑に落ちるところがたくさんあったんですけど、この著者の方が家計アドバイザーもされていて、だからお掃除のことだけじゃなくて、その金銭的な面でも両方から切り口を持たれていて、それがすごく面白いなと思って最初これ読んでみようかなと思うきっかけだったんですよ。タイトルが結構パンチがあるタイトルだとは思うんですけど、でも両方の目線から見てみるって面白いなと思って選んだんですけど、お掃除をする時とか断捨離する時とかに皆さん持ってしまいがちなんじゃないかなっていう気持ち、例えばもったいないとか、あとはまだ使えるからとかっていう気持ちとかがあると思うんですけど、そういうのとかをすごく納得のいく説明をしてくださっていて、でその両方の目線から見てるから、ただ物を減らしたいっていうことだけじゃないところがすごくいいなと思って、私はとてもためになる
本でした。今までは物を減らさなきゃとか、でももったいないと思ってるけどこのジレンマどうしたらいいんだろうって思ってることとかも結構あったんですけど、そういうところも結構解消されたし、これからお掃除したいとか、今年こそは物を減らしたいとか、大掃除まだ年末やりきれなかったから年始にって思ってる方とかにすごくおすすめの一冊です。はい、こちらで2025年下半期のおすすめのビデオ以上となります。今回もいろんなジャンルでいろんなものを紹介させてもらったんですけど、本当にどれもすごくおすすめできるアイテムたちだし、あとは私の日常をすごく良くしてくれたものたちなので、もし皆さん興味があるものがありましたらいつも通りキャプションのところにリンク貼ってあるのでチェックしてみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次のビデオまでまたね。